はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップル社は米国ではなく MICA 暗号規制を見越し、欧州やイギリスで展開ということでですね、情報の方、共有の方をしていきたいと思います。で、今回の動画のポイントはこちらになります。ポイントとしまして、リップル社は現在米国でなく欧州で展開、アイルランドでサービスができるようにライセンスを求めている。で、リップル法律顧問は SEC 訴訟問題が2023年前半に出ると予想。で、リップル社は欧州連合の MICA 暗号規制を見越している。現在イギリスにも重要視しているということですね、解説のを進めていきたいと思います。で、スチュアートさんですね、リップル社の法律顧問の方がツイートの方で共有の方をしてくれました。ロンドンにいる間、ライアン・ブラウンと、楽しくおしゃべりした。私たちが話したように FTX の倒産は、世界中の責任ある経済拠点が、規制の枠組みを正しく作るために努力するよう求めるものですということで、各国のね、規制をする機関がね、これを機にですね、ルール作りをしなきゃいけないよっていうことですね、ツイートのされてます。で、その元記事ですね、ライアン・ブラウンさん。この方はですね、CNBC っていうニュースチャンネルの、テクノロジー部門ですね、業界を担当する記者になります。こちらの方とね、話した内容で、で、このライアン・ブラウンさんがですね、記事の方を書いて共有の方をしてくれました。で、ツイートの方はですね、暗号弱気相場にもかかわらず、リップル社はヨーロッパで活動を倍増し、欧州全域でサービスを売り込むことができるように、アイルランドで VASP ライセンスを求めていますと。SEC から訴訟の後、事実上リップル社は米国外で活動していると、スチュアート氏は私に言いましたと。で、VASP って何かと言いますと、バーチャルアセットサービスプロバイダーの略で、仮想通貨などのデジタル資産に関するサービスを提供する業者や団体のことです。で、マネーロンダリングやテロリストへの資金が流れないような対策などを行う政府機関、FATF っていうところによって定義されているものになります。だから要は、その欧州の方でね、仮想通貨の事業っていうのが展開、サービスを提供できるように、そのライセンスをね、今求めるように、しているというリップル社がね、そういった内容になるかと思います。で、今回のその記事の方はですね、僕の動画の概要欄の方に僕のブログの記事貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、この CNBC ってリンククリックしていただければ、元のね、元記事の方を見れますので、興味ある方はね、そちら見ていただければと思います。で、いよいよね、欧州に展開していくっていった形になります。で、記事の内容はですね、こちら、ここからですね、解説をしていきたいと思います。アメリカに拠点を置く暗号企業リップルは、もはやアメリカからその収入のほとんどを得ておらず、ヨーロッパでその範囲を拡大しようとしていると、その幹部の弁護士が述べましたと。これ、スチュアートさん、リップルの法律顧問の方ですね。で、今週初め、CNBC とのインタビューで、リップル社の法律顧問、スチュアート・アルデロティ氏は、証券取引委員会との膨大な法的闘争からの影響により、今日、事実上リップル社は米国外で活動していると述べましたと。我々は、まだ米国内に多くの従業員を抱えているにもかかわらず、本質的にその製品と収益は全て米国外で消費されていますと彼は付け加えましたと。で、同時に、リップル社はヨーロッパでの存在感を高めていますと。この新興企業は現在、アイルランド共和国に2人の従業員を抱えていますと。で、アルデロティ氏が CNBC に語ったところによると、リップル社はアイルランドに拠点を置く企業を通じて欧州連合全域でサービスを売り込むことができるように、アイルランド中央銀行から、仮想資産サービスプロバイダー VASP、先ほど説明したものですね、ライセンスを取得しようとしているとのことですと。で、リップル社はまたアイルランドで電子マネーのライセンスを間もなく申請する予定ですと。で、ヨーロッパへの投資の決意は、暗号の冬と呼ばれている暗号市場の深い落ち込みにもかかわらず行われていますということで、こちらがね、アイルランドの中央銀行本店ということで、今ね、ライセンスを申請していると。で、アイルランドの中央銀行は以前、暗号取引所ジェミニですね、に VASP のライセンスを渡していますと。で、ブロックチェーン技術を使って、金融機関が世界中でお金を動かすのを助けるリップル社は、世界で、750人以上の従業員を抱えて、その約半数は米国に拠点を置いていますと。で、約60人はロンドンのオフィスに拠点を置いており、今週アルデルティが、年次スウェルの、ね、イベントのためにイギリスを訪問した際にそのオフィスを訪れていますと。で、2023年に SEC の判決が出る見込みということで、2020年米国証券取引委員会はリップル社に対し、同社と同社の幹部が2010年に作った暗号資産 XRP を有価証券として登録せずに、投資家に違法に販売したと、訴訟を開始しましたと。これ皆さんも知ってるかと思います。で、リップル社は、このトークンを投資契約とみなされるべきではなく、銀行やその他の金融機関の国境を越えた取引を行うために事業で使用されているとし、この主張
ションに反論していますと。で、アルデロティ氏は、この件に関する判決は2023年前半に出るだろうと述べたと。最終的な法的準備書面の提出期限は11月30日で、その後、裁判官は判決を下すか、あるいは議論の余地のある事実があると判断した場合には陪審裁判に委ねることができると。で、陪審制というのは何かと言いますと、陪審員が判決や事実認定を行う合法的な手続きで、陪審員というのは陪審制度を採用している裁判手続きにおいて一定の基準と手続きによって一般市民の中から選ばれてその審判に立ち会うことになります。で、私たちの訴訟は今が最終段階の入り口の段階だとアルデルティは言うと。で、訴訟の過程でリップル社は2018年6月の元 SEC 職員のビル・ヒンマン氏の講演に関連する文書を入手するために戦い、それが訴訟に役立っていると述べていますと。で、講演の中でヒンマン氏はイーサの販売というライバルトークンの販売は証券取引ではないと述べていますと。で、SEC との厳しい争いにもかかわらず、リップル社は米国の政策立案者と非常によく協力し合っているとアルデロティ氏は言っていますと。XRP はかつて第3位の暗号通貨で2018年初頭には1200億ドルの市場価値を誇っていましたと。しかし、米国の規制当局の監視とビットコインや他のデジタル通貨の広範囲の低迷の中で、それ以来急激に下落したと。で、先週はサム・バンクマンフリード氏の暗号取引所 FTX の衝撃的な破綻により、暗号通貨は大暴落しましたと。で、バンクマンフリード氏の投資会社は FTX の顧客資金を使ってリスクの高い取引を行ったとされ、CNBC が以前それは報じましたと。で、顧客が出金を要求し、ライバル取引所のバイナンスが同社を買収するための不確定な合意を破棄したために、同社は流動性の危機に陥りましたと。で、バンクマンフリード氏は、FTX を320億ドルの大企業に成長させるにあたり過信と不注意をしてしまったと述べていますと。で、同氏は自分の知る限りでは FTX は50億ドル程度の負債を抱えていると思ったが、実際には130億ドル程度であったと述べていますと。で、アルデロティ氏は FTX 社の倒産は責任ある経済拠点が正しい方向に向かうための行動要求であると述べましたと。で、水曜日、リップル CEO のブラッド・ガーリングハウス CEO は、暗号が規制されていないという考えは言い過ぎであると CNBC に語ったと。しかし彼は透明性は信用を築くと付け加えましたと。暗号は決して晴れやかなバラではなく、業界としてそれは成長する必要がありますと。ガーリングハウス CEO は、CNBC の中で述べましたと。で、リップル社は FTX の破綻とその際の規制当局の対応に言及する可能性は低いと、アルデロティ氏は付け加えましたと。XRP をめぐる論争の中には同社がトークンの一部を保有していることが原因があるものもありますと。だから XRP の問題で言われているのが投げ売り問題っていうのがね、過去あったんですけども、それはリップル社がねトークン自体を保有しているので投げ売りされたら相場に影響が与えるんではないかという問題になります。で、リップル社は以前流通する XRP トークンの 60% ものの株式を保有していましたと。で、アルデロティ氏によると同社はその後その量を半分以下の 49% に減らしたと。で、リップル社は供給する XRP を公開市場に放出することで売上の大半を稼ぎ出していましたと。で、過去3年間、同社は個人トレーダーではなくて企業の顧客にのみ XRP を販売してきたともアルデロティ氏は述べていますと。で、非公開企業であるリップル社はその収益は公に公開はしていませんと。で、今年同社は決済事業者や他の金融機関との間で同社と密接に結びついたトークンである XRP を用いて100億ドル以上の国境を越えた取引を処理しましたと。で、リップル社は投資家から直近で150ドル規模と評価されていましたが、コインマーケットキャップのデータによると XRP の時価総額190億ドルですと。で、ヨーロッパでの展開ということで、リップル社のヨーロッパでの展開の推進は、欧州連合の MiCA 暗号規制が今後数年で発行されることを見越してのものですと。で、MI 暗号規制っていうのは何かと言いますと、MiCA は EU 欧州連合の暗号資産サービスプロバイダーに向けて暗号市場規制を示す法案で、2020年9月に原案が提出されて、その後ですね、いくつかの要件を追加して、2022年の6月に欧州理事会にて暫定合意に達して、
で、現在立法化が進められてて、おり、10月12日の欧州議会での承認を経て、早ければ2024年の初頭に法律として制定されるものになります。で、MICA は、27の加盟国全体で暗号資産に関する、規則を揃えることを目的としています。これは、今年初めに、欧州連合の国会議員によって、可決されましたと。で、欧州連合はブロックチェーン上のアートやその他の資産の、所有権を記録するデジタル資産の特殊なタイプである NFT のための、別の規制をまた考え出す必要があるかもしれないと。で、MICA は非常に良いスタートだと思いますとアルデルティ氏は述べていますと。で、またイギリスも重要視していますと。リップル社は月曜日、イギリスがどのように暗号を規制すべきかと考えるかを、まとめたガイドラインを発表しましたと。で、イギリスの議会では金融規制当局に暗号のより大きな権限を与える法案が作成されていますが、これはまだ法律にはなっていませんと。で、暗号の専門家は暗号と呼ばれるいわゆる Web3 のファンであるリシ・スナク首相がこの国を企業が進出するためのより魅力的な場所にするために規制の明確化を発表することを期待していますということですね。で、記事の方終わられてます。ではリップの方はね、この規制がね今後ね展開される前にサービスをね、展開できるように今ね動いているんではないかなという予想をしております。で、集団訴訟の弁護士ジョン・ディートンさんですね。この方はリップルの SEC 訴訟で大変有名な方になりますが、こちらの方で、ね、引用リツイートをされてまして、リップル社はあなたがそれを認めるかどうかにかかわらず非常に重要な会社ではありますが一つの会社に過ぎませんと。で、それに対して XRP は10年後もトップ10の暗号であり過去10年と同様ですと。あなたが好むと好まざるとにかかわらず、そしてデジタル資産は米国があろうとなかろうと前進していくでしょうと。で、この方も XRP-CRO、有名な方ですが、こちらね、リップル XRP フレアのガイダーをですね、情報誌を作成しているアカウントになりますが、こちらはね、ちょっと変わった形で見てて、このクリプトスタートアップリップルって書いてるんですよね。だから、暗号新興企業リップルと、新興企業って何かと言いますと、新しく設立された企業で、設立からまだ間もなくて、規模や経営基盤などが小さい企業を指すんですね。特にベンチャー企業などを指すんですけども、だから10年以上の事業実績があって100億ドル以上の評価額を持つ新興企業がこのね、スタートアップって呼べるのかと、まあそれでもいいですよということでね、配信の方されてます。ですので、まあ、こういった形でね今回の方記事の方、作成の方されたので僕の方でね情報の共有の方しておきました。結構ねこのクリプトスタートアップって他のユーザーの方もねなんかね注目しててね同じようなコメントで返信されてる方多数いましたね。はい、という形になります。で、僕の方はですね、今、リップの情報、SEC の情報、フレアネットワークスの情報、あと DAPS 関連の情報ですね、すべて毎日情報の精査して、まとめております。動画の方もですね、毎日、配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね元記事の一番下スクロールしていただいてプレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にねお友達追加していただければと思います。あとはね今回の動画の内容でねちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。